あなたは死体にどんなイメージを持っていますか？今から約43年前の1979年12月、アメリカのカリフォルニア州のとある遺体安置所。ここで働く女性カレン・グリーン・リーは遺体を霊柩車に乗せて安置所から葬儀場まで運ぶ仕事をしていました。彼女は霊柩車を見送る遺族たちをバックミラーで確認しながら安置所を出発します。そしてミラーに遺族たちの姿が映らなくなった直後、まさかの行動に。なんとカレンは急カーブを切り、なぜか霊柩車を葬儀場とは反対方向に走らせ始めたんです。この時のカレンの頭の中には、運んでいた男性の遺体と二人きりになることしか頭にありませんでした。なぜなら彼女はある強烈な欲望に支配されていたから。その欲望とは、死体をめでたい。遺体安置所で働く女が霊柩車ごと遺体を盗み逃亡した事件。女はこの後盗んだ遺体とどのように過ごし、どのようなことに及んだのか。この事件があらわにしたのは、彼女が隠し持っていた根深い執着心だったんです。おそす、なんか毎日サブウェイ食ってるわ。ケンちゃんです。ケンちゃんとダンスバトルするためにベリーダンスを特訓中、くねんくねん、ヤミコです。ダンス舐めとる？どこの言葉それ？ベリーダンス舐めてるでしょ。あんた本物のベリーダンス知ってるの？もしかして。だって俺ベリーダンサーだもん。ベリーダンサーなのあんた。これです。これです。さてね、本日ご紹介するのは、死体を愛しすぎた女性のお話なんです。家族とか恋人の死体だから愛したとかっていう話じゃなくて、まあね、これ大切な死体だからっていうのは少し違うんですよ。僕はね、もうこの女性がね、なんでこうなってしまったのかっていう、経緯を知った時に、人のこう趣味嗜好っていうのはね、何がきっかけでそうなっていくのかっていうのね、わかんないもんっすね。だって僕がね、オムライス好きになった理由とかももうわかんないし、なんでエビトースト好きになったかってたまたまタイに旅行行った時、これめっちゃうめえなっつってバカみたいにもう毎日食ってただけなんですよ。でもオムライスとかエビトースト好きっていうのはわかる。死体好きっていうのはなかなかわかんないわよ。いや、僕らの世界では今回はちょっとね、罪とか犯罪とかですけどね、人の好きっていうのは本来こうね、何人たりとも入り込む余地がないんです。だって好きに理由なんてないっすもん。恥ずかしいやつ。というわけでね、早速この驚愕の事件の内容から見ていきたいと思います。衝動、そして逃亡。遡ること43年前の1979年12月17日、アメリカカリフォルニア州のサクラメントでその事件は起こります。ある葬儀場で33歳の若さで亡くなったジョン・メルキュールという男性の葬儀の準備が行われている時のこと。ジョンの遺体は遺体安置所に保管されていたため、霊柩車で葬儀場まで運ぶ必要があったんです。この時、霊柩車を運転することになったのが、葬儀場で働く女性カレン・グリーンリー23歳。カレンは遺族にお悔やみの言葉を告げると、霊柩車に乗り込みゆっくりと発車させるんです。通常遺族は霊柩車が見えなくなるまで見送るため、彼女はバックミラーでその姿を確認しながら運転。このカレンの行動は家族を亡くし悲しみに暮れる遺族への配慮からではなかったんです。実は彼女はこの時、バックミラーから遺族の姿が消えるのを今か今かと待ちわび、苛立ちさえ感じていたんです。そして遺族の姿が見えなくなった途端、急カーブを切り、葬儀場とは全く違う方向に走り出したカレン。一体なぜ彼女はこんな驚きの行動に出たのか。それはカレンが運んでいた男性の遺体に異常な執着を持っており、ある衝動に駆られていたから。彼女がこの時抱えていたその衝動とは、死体への欲情。そう、カレンは葬儀場の従業員である一方、なんと死体愛好家でもあったんです。何これ？運んでた遺体とそういうことしようと思って盗んだってこと？驚きですよね。死体とね、二人きりになるために霊柩車ごと一緒に行くってもうグラセフ？これグラセフ？ジョンの遺体を乗せたまま霊柩車ごと姿を消したカレン。当然葬儀場ではいつまで経っても霊柩車が到着しないことに関係者がざわつき始めるんです。その後、とうとう警察まで出動する事態となり、カレンの捜索が開始されました。するとカレンと霊柩車はサクラメントから200キロ以上も離れたシエラ郡で発見。その時はすでに捜査開始から2日も経過していました。しかもカレンは発見された時、あることが原因で意識が朦朧としていたため、すぐに病院へと搬送されました。それは彼女がある悩みに苦悩し、大量の薬を飲むことで自殺を図ったから。必死の処置によりなんとか一命を取り留めたカレンだったんですが、そんな彼女を待ち受けていたのは警察による事情聴取。というのも、警察は霊柩車ごと逃亡した件はもちろん、カレンの発見現場に残されていたあるメモについて彼女に確認する必要があったんです。そのメモは通常考えられないような場所から発見され、その内容もかなり衝撃的なものでした。メモが見つかった場所とは、なんとカレンと共に見つかった
したジョンの棺の中。そしてそのメモには自殺の動機にもなったある悩みに対するカレンのこんな悲痛な叫びが書かれていたんです。なぜまた私は死体にこんなことをしてしまったの？だって私が今まで浴場して関係を持ったのは40体もの死体よ。怖えな。つまりカレンはジョンの遺体をもてあそんだこと、そして死体愛好をやめられない苦悩をメモに書き残し、大量の薬を飲んでいたんです。こうして真実が明るみになり、カレンは逮捕。遺体に対するそういったさ、自分の欲求ともこれで終わりにしたいって思って犯行に及んだわけね、彼は。彼女自体もね、相当な覚悟があったんでしょうね。自分のね、そういう性的思考に対して、相当苦しんでいたんだと思うんですよ。そしてそれはね、カレンがね、パラフィリアだったから。パラフィリアというわけで本日のメトラキーワード、パラフィリアについて。パラフィリアとは常習的に強い性的興味や興奮の対象がある特殊な状況や対象に向けられていることを言うんです。興味の対象の例としては物体や動物、子供などが挙げられ、特殊な状況の例としては露出症、覗き見、異性の服を着ることなどがあるんです。カレンは死体に強い性的魅力を感じていることから死体愛好のパラフィリアだと考えられるんです。そして彼女のように自分のパラフィリアに苦悩しながら実際に行動に移し他人に危害を加えてしまう場合はパラフィリア障害と呼ばれ精神疾患と診断されるんです。これは日本でもさ、彼みたいにもう抑えきれない欲求で逮捕されちゃってる人がよくいますよね。私前科後半ですよね。何の罪私美しすぎてまあたとえね、パラフィリア障害と認められてもですね、責任能力っていうのがあるっていう判例が多いんです。だからね、こう罪からね逃れられないっていうのがほとんどのケースなんです。まあちょっとそこはちゃんと判断してほしいわよね、ありかなしか。というわけでね、自分のパラフィリアとね向き合いながらもこう苦しんでいたカレンだったんですけど、そもそも大勢の方々の遺体とどうやってことに及んでいたのかっていうのを見ていきたいと思います。真夜中の遺体安置所。カレンが多くの死体と性的な行為に及ぶことができたのは当然彼女が葬儀場の従業員だったから。めちゃくちゃ怖えな。さらにカレンにとって好都合だったのは葬儀場での彼女の仕事が事務的作業ではなく遺体に行うある作業を担当していたこと。その作業とは遺体安置所で行う遺体の防腐処理。つまり彼女は薬品で遺体を腐らないように処理する作業を担当していたため遺体安置所の鍵を持ち実際に遺体に触れることができたんです。しかもカレンは好みの遺体が保管されていることが分かるとその夜すぐに忍び込み一晩中そこで過ごすことも簡単にできたんです。なぜなら彼女は遺体安置所の上の階に住んでいたから。もうすげえ執念。自分の職業の立場利用しまくってんじゃないのよこれ。怖すぎるよね。死体の近くに一緒に住んじゃうぐらい執着を感じていたカレンなんですけれども、具体的に死体のどこに魅力を感じていたのか。怖いわよそれ聞くと。怖いけど気になりますよね。まあそうね。このチャンネルはですね、ただ別にこういう事件があったやつチャンネルじゃないです。こういう人間もいるんだって学びが深い教養チャンネルですから、うちは。カレンは死体が醸し出す雰囲気の全てを愛おしいと感じていました。残された血液、冷たさ、死のオーラ、そして葬儀の準備までも彼女にとってはエロティックなものだったんです。さらにその数ある死体の魅力の中でもカレンが特に愛してやまないものが一つありました。それはなんと死体の匂いだったんです。カレンは防腐処理されたばかりの死体の匂いが特に大好きでした。それらの魅力に取り憑かれ好みの男性を見つけてはことに及んでいたカレン。しかも彼女は行為の後にもさらなる異常な行動をとっていました。その行動とは関係を持った亡くなった人の葬儀に参列すること。もう怖すぎだよ。もう葬儀場関係者として出席することもあれば自分はその男性の恋人だったと遺族に嘘をついて出席することもあったというんです。こうしてカレンは一方的に恋人気分になった男性との時間を最後の最後まで惜しみ行為を思い出しては自分の欲望を満たしていたんです。ごめん、私ちょっと理解できない。いくらなんでも理解してたらもう隣でやってないよ、こんな風にね楽しんじゃってることを知るとね、やっぱりこう気分悪いですよね。気持ち悪くなっちゃって気持ち悪いですよ。でもいつからカレンはさパラフィリアになっちゃったのかときっかけとかあるのかしらね。きっかけとかでなんでそんな風になったのかって知ることによってね、僕らもそうならないように気をつけることができると思うんでね、あと気になりますよね、そこ。早速見ていきたいと思います。不気味な探検ごっこ。カレンは2人の兄と共に一般的な家庭で育ちました。ただ彼女が子供の頃に好きだったある遊びを知るとやはり普通とは違った趣味があったと思わざるを得ないんです。その遊びとは一人である場所に忍び込み探検すること。その場所はカレンの同年代の女の子たちにとっては怖くて近づけない場所だったんですがカレンにとっては魅力的だったんです。彼女が探検していたその場所はなんと葬儀場。
カレンは葬儀場のトイレを借りる口実でその敷地に忍び込み、葬儀場の内部をこっそり探検していたんです。どんな子供だよ。そこに漂う死の雰囲気に何とも言えない高揚感を覚え、探検を楽しんでいたカレン。その一方で彼女はこんな辛い経験もしていたんです。それは思春期を迎える頃に受けた学校の先生からの性的暴行。この経験がカレンに深い傷を残したことは間違いないんですが、それが彼女の性的思考に影響を与えているかどうかは定かではないんです。ただ一つ言えるのは、カレンには幼い頃から死体愛好の傾向があったということ。そして成長し、実際に死体との行為に及ぶようになると、自分のパラフィリアに対して嫌悪感も覚え始めました。カレンは自分の欲望が制御不能になると、異常な自分を責め、やがては自殺未遂を繰り返すようになるんです。ジョンの事件を起こす前からさ、相当悩んでたのね、カレンは。そういう虐待とか受けてて、相当大きな傷もあったんでしょうね。人格形成っていろんな要素が積み重なってできてくるんで、何が明確な原因ですって言い切ることもまあまあ難しいんですよ。そうね。でも結局カレンはさ、遺体とそうやってちょめちょめしちゃったことで逮捕されちゃったわけでしょ。その後どうなっちゃうの？そこなんですけどね、実はカレンの逮捕の裏側にはマジっていう事実がね、あるんですよ。償うべき罪。カレンは職業上の立場を利用し、約40体もの遺体と性的な行為に及び、ジョンの遺体に至っては逃亡までしてその欲求を満たそうとしました。パラフィリアに苦悩していたとはいえ、やはりそれは個人や遺族にとっては許せない行為。それゆえカリフォルニア州の刑法では、死体に対する性的行為は最大で懲役3年の刑罰が下されることになるんです。当然多くの遺体と卑劣な行為に及んだカレンにも、そのような厳しい判決が下されると誰もが予想しました。しかし彼女に下った判決はなんと懲役11日。短えな。そう、彼女が罪を問われたのは霊柩車と遺体の窃盗罪のみだったんです。そのためカレンに下った判決は窃盗による懲役11日と罰金255ドル、現在の価値で約6万円程度という軽い刑罰だけ。これだけ道徳的に外れた行為を続けていたにもかかわらず、ではなぜカレンは誰もが嫌悪感を抱く死体に対する性的な行為で罰せられることがなかったのか。その答えは単純なものだったんです。カレンが犯行を犯した1979年当時、カリフォルニア州では死体への性的行為を罰する法律がなかったんです。そうだったの？遺族にとってはたまったもんじゃないでしょ、こんなん。許せないです、当時はね、罪に問われなかったカレンだったんですけど、その後彼女の人生は思いもよらない方向に進んでいくんです。窃盗による11日間という短い懲役刑を終えた後、カレンには2年間の保護観察がつきました。さらに裁判官によって彼女にはパラフィリアの治療が課されます。カウンセラーによる心理療法で死体への執着を取り除こうとしたカレン。その結果、カレンのパラフィリアはなんとむしろ悪化したんです。かつては自殺を試みるほど自分の性的思考に苦しんでいた彼女だったんですが、治療中にカウンセラーに死体の魅力を語るうちにこう感じ始めたんです。これが私なんだから他人の基準に合わせる必要なんてないんだわ。つまり皮肉にもカレンは治療を通し自分がいかに死体が好きかを再確認する結果になってしまったんです。でも死体が好きなのはね、僕も別に否定はしないですけど、人に迷惑をかけなければ。そして驚くべきことにカレンはこの治療中もある信じられない行動をとっていたんです。なんと彼女はカウンセラーとの面談の後、その足で葬儀場に忍び込み、遺体とことに及んでいたというんです。さらに保護観察期間の後、サクラメントとは違う街で新しい仕事を始めました。その仕事がなんと葬儀場の従業員。カレンはその葬儀場の人たちが自分の霊柩車窃盗の事件を知らないことをいいことに、そこでも自分の欲求を満たしていたんです。治療が逆効果だったっつってもさ、開き直りすぎじゃないくらいなんでも。もうね、ムカついてきましたね。一番ね、大事なのっていうのは性的思考より倫理観なんですよ。人にね、迷惑かけないとか、人を傷つけないとか、人間の本来あるべきというね、あるべきかわかんないですよ。環境によるのかもしれないけどさ、大人になったら自分でいろいろ考えることが大事なのに、もう遺族からしたらもう許せないですよね、本当に。こんな風に開き直ってしまったどちゃくそやばすぎカレンはね、一体何をしているんでしょうか。1990年代までは自分のパラフィリアについてメディアに赤裸々に語っていたカレンだったんですが、その後は消息不明。最後にインタビューに答えた時も自分の行為に対する反省は全くなかったようなんです。このようにパラフィリアは非常に根深く、人それぞれに違った環境や状況があるため、原因解明や治療は簡単ではないんです。カリフォルニア州が2004年に死体に対する性的行為を重罪に制定したのもその犯行の多さゆえ。ただ遺体に対する侮辱的な行為は亡くなった人や遺族の尊厳を傷つけ、決して許される行為ではないということに疑いの余地はないんです。